どうも、ベトナム在住の浮津です。今日はね、ちょっと久しぶりにこの原動機付き自転車モビレットをね、やっていきたいと思います。これはね、以前レストアした、フランス製になるんだっけな、元ベカン社製のモビレットっていう、原動機付き自転車ですね。だからペダルついてます。でこれね、ベトナムでは去年の年末までかな、古いね名義人がわからないバイクもね名義変更できるってことでね、これも組み立てて、名義変更しようと思ったんですけども断られちゃったんですね。ちゃんと古い登録カード誰のかわかんないんですが、これはあるんですけどね、警察に届け出に行くと、古すぎると。でその時に、妻が言ったんですけどもね、ペダルがついてるからダメだって言われたみたいなんですよ。でやっぱりねベトナムに住んでる外国人としては法律違反はねしたくないんで、ちょっと乗るのはやめてたんですけども、よく考えるとね、最近走ってるペダル付きの電動自転車っていうのがあるんですけども、あれナンバープレートついてないんですよ。でもしかしたらこれはペダルがついてるからダメだっていうのは登録できないんじゃなくって登録する必要がなくなったんじゃないのかなとかって思ってるんですけど、ちょっとそこら辺の法律はよくわからないんですよね。ベトナム人の友人に聞いてもね、気にせず乗っときゃいいんだなんて言われるんですが、そういうわけにもいかないんで、ただねこれせっかくレストアして走れる状態にしたんでね、たまにはエンジンかけておこうと思って今日はちょっとね久々にガソリン入れてねエンジン始動させたいと思います。ちなみにこれはね2ストロークの、混合ガソリンだから、ガソリンをねオイルと最初に混ぜなきゃいけないんですよ。2% でいいらしいんで1リットルかな。1リットルでこれを先にガソリンと混ぜちゃうと、こういうことですね。こいつはね半年ぐらいエンジンかけてないんで、プラグ外して、うわ真っ黒プラグ穴からもねちょっとオイル入らんか。スポイトで一応ねやっていきましょう。これでこいつがねガソリンタンクです。ここに、混ぜて1リットル。
これはね、ここに弁があって止めてる時はね、ガソリンがキャブに行かないように止める弁線がついてます。なんでこいつをちょっとだけ開ければこれでキャブに行くはず。ちょっとこのまんま置いときましょうかね。そろそろガソリンは降りてきたかな。最初はね、エンジンかからないようにプラグキャップ抜いておきます。こいつはね、キーとかはないんで、ペダルこいだらエンジンかかっちゃうんで、これかな、映ってないか、デコンプ引いてね、ペダルを踏んで、エンジンかけます。ちょっと部屋は開けよう。最初はね、空回しでオイル回します。こんなもんでいいんじゃないかい。もうちょいかな。いけるやろ。さあエンジンかかるかな。ちゃんとかかりましたね。てないけどデコンプ引いてね。よし、エンジン止めます。乗り終わった後はね、ちゃんと線を締めておかないとガソリンがどんどん落ちていってしまいます。こいつガソリンも抜いてあったんでね、簡単にエンジンかかりました。このモビレットね、登録できない状態でベトナムで乗っているのかどうなのか、法律上のことをねよく知ってる方がいたら教えてください。今日はねただの指導で終わりですが、ここまでです。それではまた。